はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったり、アイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、膝の内側の痛みを1分で解消するマッサージ方法ということでお伝えさせていただければと思います。はい、私はですね、腰痛専門で整体をさせていただいているので、腰痛の方をですね、多く見させていただくんですけども、膝の痛みの方も結構多いんですね。はい、そしてですね、腰の痛みと膝の痛みを併発されてしまっている方も結構多くいらっしゃいます。はい、それはなぜかっていうと、結局のところ腰の痛みも膝の痛みも原因は一緒だったりするんですよ。なので、今回お伝えさせていただくマッサージをですね、していただくことによって、膝の痛みのですね、改善、解消ということになりますし、腰痛のですね、改善、解消、予防にもつながりますので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。はい。で、早速ですね、やり方をお伝えさせていただくんですけど、まずじゃあ膝のメカニズムということを簡単に説明させていただきます。膝っていうのは、このような形で、いわゆる蝶番ですね。蝶番の関節なんですよ。なので、こういう前後の動きにはめっぽう強い関節なんですね。で、この動きをしていれば膝って痛くないんですけども、じゃあなぜ膝が痛くなってしまうかっていうと、膝っていうのはねじれの動きには弱いんですね。この骨模型なのでこうやってねじれますけども、膝がねじれてしまうと、この靭帯が引っ張られてしまったりとか、中のですね、半月板という軟骨がですね、潰されてしまったりとかして、炎症が起こってしまって腫れてしまったりとかして、それで痛みが出てしまうんですね。じゃあ、なんでねじれてしまうかっていうと、膝っていうのはそもそもそんなにねじれる関節ではないんですね。ではなんでねじれるかっていうと、この上の股関節だったりとか、足首ですね。このですね、ねじれるべき関節がねじれなくなっちゃうと、膝がねじれざるを得ないっていう形になってしまう。なので、膝がねじれてしまって痛みが出てしまうんです。なので、多くの場合ですね、股関節がこう内側にねじれてしまう。内側にねじれてしまうことで膝が内側向いてしまったりとか、足首が内側にねじれてしまうことによってまた膝がねじれてしまって痛みが出てしまう。なので、股関節のねじれとか足首のねじれっていうことを取ってあげればいいんですね。じゃあなんでねじれてしまうかっていうと、やっぱりこのねじれる筋肉が硬くなってしまうっていうのが原因になるんですよ。なので股関節のですね、硬さをですね、ご自身でこうマッサージで取るっていうのはなかなか体重をかけるのが難しいので、今回お伝えさせていただきたいのは、この足首のねじれをですね、ご自身で取るマッサージの方法をお伝えさせていただければと思う。特に内側の痛みですから、内側にこうねじれてしまう筋肉を、どうやって緩めればいいのかっていうことをお伝えさせていただければと思います。はい。で、マッサージの方法として、この脛骨っていう太い骨ありますよね。太い方の骨、脛骨と腓骨ありますけど、この太い方の骨の内側についている、後脛骨筋だったりとか、腸母趾屈筋とか、総趾屈筋とか、いろいろあるんですけども、この脛骨の後ろについている、内側の後ろについている筋肉を緩めていくということを覚えておいてください。はい。じゃあですね、実際やり方を説明させていただければと思います。はい。でですね、場所的には、この脛骨っていう骨があるんですけど、この内側、そして後ろ側についている筋肉を緩めていくんです。ちょっと分かりやすくするために、ちょっと私、足をお見せしますね。ちょっと失礼になってしまうんですけど、よいしょ。はい。こんな形で、こうですね、すると、この脛骨の内側についている筋肉ですね。ここの筋肉が硬くなってしまうと、膝が内側にねじれてしまって、膝の靭帯が痛めてしまったり、半月板痛めてしまったりするわけですね。なので、ここの筋肉を緩めていくんですけど、見せ方というか、見つけ方としては、この内くるぶしありますよね。内くるぶしがあるので、内くるぶしに小指を当てていただいて、小指を当てていただいて、人差し指ありますよね。人差し指の上に親指を置いて、この脛骨の後ろ側、キワキワですね。骨の際にぐっと指を置いていただくと、なんかこう固まってる硬いところがあるはずなんですよ。ここってすごく負担かかりやすい場所なので、大体の方硬いと思います。はい。骨の際をですね、ぐっと骨から削ぐようなイメージですね。ぐっと押していただくと、なんかこう硬いな、凝ってるなーっていう場所があると思います。で、ここに対してぐーっと圧を入れながら、だいたいですね、30秒キープっていう形ですね。はい。で、これができたら次、また移動させて、30秒キープ。というような方法がですね、まず一つです。はい。こうやって骨の際、だいたいそうですね、小指当てて人差し指当てて、2箇所から3箇所ですね。くらいを押していただいてキープするっていう方法があります。
ただですね、足首のねじれを取りたい、足首の動きを良くしたいっていうことですから、ここを押しながらもっといい方法っていうのがあって、押しながらちょっと見づらくなりますけど、足首をこうぐる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 回しながら押してあげる。押しながらこう反対の手で回すっていうので少し難易度は増しますけど、押しながら回してあげる。はい。押しながら回してあげる。みたいな形でやっていただくと、さらにですね、緩みながら動きが良くなるっていうことになりますので、そういった方法もいいと思います。その場合はもう10秒ずつでいいです。押しながら回す。押しながら回す。で、ずらしながらですね、回す。っていう風にすることによって、足首の動きが良くなると思うんですね。はい。足首の動きが良くなります。やる前とやった後やると、比べるとですね、足首の動き、全然違うと思います。そうすることによって、足首がこう内側にねじれるっていうことがなくなりますから、膝が内に向くっていうことがなくなって、膝の痛みをですね、解消することができるっていうようなメカニズムになります。なので、今回ですね、この脛骨の後ろ、後脛骨筋、総四神筋、腸母子屈筋っていうところが重なる部分があるんですけど、そこをですね、緩めていくっていう方法をお伝えさせていただきました。はい。いかがだったでしょうか。こういった方法をやることによってですね、膝の痛みを原因から取る。原因から膝の痛みを取るっていう方法をお伝えさせていただきました。ぜひですね、試していただければと思います。ということで今回ですね、膝の痛み、内側の痛みをですね、1分で解消するマッサージという方法をお伝えさせていただいたんですけども、実はですね、この方法っていうのはですね、私のオリジナルの方法ではなくてですね、私の仲間の先生のですね、吉川先生という先生のですね、はい、膝の痛みを取る方法っていうですね、動画を参考にさせていただきました。吉川先生はですね、膝の痛み専門という形で整体院をされている先生で、今回ですね、1分で解消するマッサージっていう方法をお伝えさせていただいたんですけども、実はですね、マッサージして緩めるっていうことももちろん効果的なんですけども、そもそも筋力がない方っていうのは緩めただけではなく、その後鍛えていく必要もあるんですね。はい、鍛えていく必要として、太もも、股関節ですね。股関節の内側の筋肉を鍛えていくっていう必要も実はあったりするんですよ。その筋肉が弱いことによって、膝の安定性、股関節から膝の安定性がないことによって、膝の痛みが出てしまっているっていうケースもありますので、その方法っていうのはですね、吉川先生の動画見ていただくことをお勧めします。はい。今回のですね、1分でできるマッサージのオリジナルの動画、そして1分でですね、太ももの内側を鍛える筋トレの方法ですね。そういった動画をですね、下にリンクで貼っておきますので、膝の痛みでですね、お悩みのあなたはぜひですね、ご覧になっていただければと思います。はい。もしですね、ご質問とあればコメント欄で残していただければと思います。また今後もですね、痛みのですね、改善のためのヒントだったり、アイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい。本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。